君もすでに承知の通り、アイドル科各学年の3組には特別な事情を持つ生徒たちが集められています。すでにアイドルとして活躍している生徒や、獣王プロ以外に所属する高校生アイドル、学内外からスカウトされた特待生など、シングアップの元リーダー賀谷凛波さんは異例の特待生でありながらアイドル活動を行っていない唯一の生徒でした。内部進学をするつもりがなかった彼女を獣王社長が説得したんだとか。お話しできるのはこのくらいです。今回の件については私にも。プロデューサーいる。聞いてほしい話が。本当？私もぜひ出場したいと思っていて。じゃなくて、リーハが初星学園を退学して黒いプロに移籍したって。見せてください。リンハが黒月学園に。どうして？リンハがニアに出てくるって言うんですか？今さら入学してから数ヶ月何もしていなかったくせに、アイドルを続けるつもりなんてもうないくせに。どうせ調べたんでしょ、いろいろと。私をスカウトするときに。私がかつて憧れた人、アイドルになったきっかけ、以前少しだけ話しましたよね。大体想像がつくよ。多分その噂は本当。リンハは初めて会った時から今の私と同じくらいの実力があったから。もちろん私に歌い方を、アイドルを教えてくれたのはリンハなんだ。あれは整理する時間をください。いずれきちんと話します。ぐれちゃったんだよね。当時いろいろあって。リンハはリンハだから、あれはあれですごくかっこいいし、憧れのアイドルだよ、今も。は？どういう意味？それは、そうなるだろうとは思いますけど。プロデューサーってたまに子供っぽいよね。あ、そう。じゃあそれでいきましょう。次はニアを制覇するよ。ミススにもリンハにも勝ってみせる。よろしくお願いします、プロデューサー。さあプロデューサーを教えてください。ニアを制するために私は何をすればいいんですか？普通だね。それで勝てるの？生徒会の連中とか極月学園はすごいプロモーションを始めているみたいだけど。柄じゃないんだけど、プロデューサーが必要だって言うなら私テレビとか出てあげてもいいよ。どういう意味ですか？
そうなんだ。じゃあダメだね。テレビとか良くないね。神秘性、美しく凛々しい外見。私そういうイメージなんだ。いいんじゃない？って何？他のプランもあるってこと？まあいいや。具体的にどんなプロモーションをするつもりなんですか？いいね。他には？他校のアイドルたちと共演する番組。いいの？テレビの仕事だけど。なんで不安そうなんですか？分かってます。まったく心配性ですね。これでも心を入れ替えて反省したんです。今の私はもう問題なんて起こしませんから。プロデューサーいる？なんでいつもそうやって決めつけるんですか？大したことじゃないんだけど、私 SNS を始めたんです。で、今朝の投稿がちょっぴり話題になっていて、これなんですけど。ごめん、プロデューサー、なんとかして。今の一瞬で指一本動かしてないよね。私本物なんだけど。今見たらアカウントが消えてる。私の気持ちは収まらないんですけど。私のアカウントが。はい、この悔しさをぶつけてきます。いいですか、プロデューサーくん。たとえプロデューサーでも全ての仕事に同行することはできません。担当アイドルを信じて送り出す、とっても大切なことですよ。よし、お仕事終わり。お疲れ。お疲れ様。今日なんだか慣れ慣れしいね。いるプロデューサーに言いつけたる。琴音、あれ。取り消してくださいませ。私と篠沢さんだけならともかく、初星学園全体を悪く言うのはいけませんわ。おかしいですわ。ちなちな、私の悪口は OK ってこと？今日の私たちは言われても仕方ないと思いますわ。やれやれ、お話になりませんね。あなたたちのようなダ弱なアイドルばかりなら初星学園恐るるに足らず。我々極月学園の敵ではありません。今後はもっと慎み深く道の隅をうつむいて歩くことですね。プリマステラも3組も出てこない初星学園なんてちっとも怖
くありませんわ。悔しかったら獣王セガを呼んできなさい。ことね。おーい、今だけはいくらでも生きていいぞ。あまり期待しないでよ。私口下手だから。あなたたちどこの学校？ずいぶん態度大きいね。あら、また一人増えましたわね。合流アイドルに教えて差し上げますわ。私は極月学園の青いなでしこ、そして学園のエースである白草しおんお姉様ですわ。誰それ？知らない。ああ、極月学園っていろんなプロダクションが合同で作ったっていう単独で獣王プロに対抗できない雑魚の寄せ集めでしょ。月村さん、助けに来てくださったのはとても嬉しいのですが、お言葉が強いですわ。だって笑っちゃうよ。黒いプロの2軍3軍風情が偉そうにしてるんだから。プリマステレも3組も出てこない。だから何？わざわざ当たり前のことを言わなくちゃいけないのかな。出るまでもないってこと。あなたたちがバカにしてたそこの落ちこぼれどもで十分勝てるってこと。負けて泣く前に謝っておいたら。すごい巻き込んでくる。私手まり好き。本当に初星学園のアイドルは口汚いものばかり。あなたこそ知らない顔だけど、さぞや大きな実績をお持ちなのでしょうね。私持ち歌3曲以上あるけど、あなたは？あれもしかしてまだ1曲もないの？ごめんなさい。私知らなくて、極月学園の皆さんが先輩方のカバー曲ばかり歌ってるだなんて。あなたは悔しかったら黒いのトップを呼んできなよ。初星学園の藤田琴音と月村手まりが叩き潰してやるから。バカの相手はしていられません。行きましょう。藤田琴音、その名前覚えました。黒い理事長にいつかくやりますわ。怖かった。学園の仲間を助けられたかな。手まり、なんで私の名前最初に言ったし。極月学園を煽った主犯藤田琴音になってない。お礼なんていいよ。私だけの手柄にするのが申し訳ないなって思っただけ。プロデューサーがついて改心したと思ったら、黒いのトップってどうすんの？あの人とか本当に出てきたら。サインをもらって握手をねだって、それから挑むよ。一緒にやるでしょ。さっきとやれ、そういうの。プロデューサー、ごめん。私は悪くないんだけど。極月学園とトラブルになって、やりとりがネットに流出しちゃった。お疲れ様ってまり、やるじゃない。今日はいい子にしていたわね。お疲れ様。なんなのさっきから。慣れ慣れしいな。あなたのプロデューサーが。さっきあれ。
さっきはここにいて。手ま初星学園の花見咲と月村手まりが叩き潰してやるから。バカの相手はしていられません。行きましょう。花見咲、その名前覚えました。黒い理事長にいつかとやりますわ。学園の仲間を助けられたかな。手まりかっこよかったじゃない。そうかな。別に大したことじゃ。私の名前一緒に名乗ってくれちゃって。そんな気を使わなくてもいいのに。お礼なんていいよ。さっき喜ぶかなって、それだけだから。すっごく嬉しいわ。もしもこれで黒いプロの大ボスが出てきてくれたら一緒に挑みましょう。手まりそれで口喧嘩に負けて無様に逃げ帰ってきたってわけ？バカじゃないの。アイドルやめたら？カヤリンハ、裏切り者のコウモリ女には言われたくありません。そう、私も極月学園の恥さらしどもには言われたくない。取り消しなさい。私が考えたんじゃないわ。あなたたちネットでそう呼ばれているのよ。大人気で羨ましい。初星学園のアイドルはどいつもこいつも。あなたたちの集大がネットに出回ったせいで極月学園全体のランキングが軒並み下がっているみたいよ。代わりに手まりのランキングが急上昇。なんであの方だけ。事後対応が良かった。上手にイメージコントロールをしたみたい。手まりのくせに生意気。おめえは自らの手で拭います。次のオーディションで。お願いだから余計なことしないでくれる？今慌てて動いたってどうせ恥の上塗りをするだけ。おとなしく謹慎していなさい。指をくわえて見ていればいいわ。裏切り者のコウモリ女が極月学園の劣勢を覆して風向きを変えるところをね。あなたは所詮よそ者。あまり調子に乗らないことです。はいはい、サポートに徹するわ。黒井さんとの約束だもの。フィナーレの優勝は譲ってあげる。私以外の誰かにね。梅雨払いもしてあげる。恥を注いで大膳立てもしてあげる。それで勝てるかどうかまでは知ったこっちゃないけれど。なんて恩着せがましい方なのでしょう。その目私たちを心底滑稽にしていらっしゃいますわ。黒いプロの2軍3軍風情が。言葉遣いに気をつけなさい。炎上した原因をまだ分かっていないの？あなたアイドルなんでしょ？ファンに見せられないような言動二度としないで。これ以上足を引っ張ったら殺すから。カヤリンハがどんな子かですか？そうですね。リンちゃんは誰よりも義理がたくてナイーブでとっても優しい女の子です。プロデューサー見て、私のランキングが上がってる。プラン B って結局何だったんですか？
高で神秘的な月村手まりのイメージは。そんな、どうして。すごく気に入っていたのに。元のイメージって、あれ、割といいんじゃないですか。私のどこが抜けているって言うんですか。そうなんだ。ファンの人たちに私がそう見えているなら嬉しいな。もちろんです。任せてください。やっとですか。でもどうしてリンハと当たると。プロデューサー、私絶対に負けられない理由ができました。分かったような気がするんです。リンハが考えているふざけたこと。今日私たちが挑むオーディションはカルテット。ついにリンハとの勝負。プロデューサー、オーディションが始まる前に聞いてくれますか。私たちの話を。中東部ナンバーワンユニットと呼ばれていたシングアップが解散した当時の話を。あの頃私の実力は2人と比べてずっと劣っていた。私のせいで2人は本気を出せなくて、それどころかいつもフォローしてもらってばかりで、なんとか追いつこうと無理をして止められて。余計なことしないでくれる。私に歌とアイドルを教えてくれた人には叱られてばかりでした。解散を切り出したのはそんな時です。2人の足を引っ張るのはもう嫌だったから。大喧嘩になって、いえ、私が一方的に怒鳴っていただけですね。ミスゾは止めてくれたけど、リンハは解散に乗り気で解散ライブをすることになりました。でも私が原因で解散するって SNS で広まっちゃいました。かなり炎上して、当時は今よりも有名だったので。けど私への批判はすぐ下火になったんです。リンハがもっと激しく炎上したので。そのせいで解散の原因は月村手まりじゃなかったのかもってそう言われるようになりました。リンハは月村手まりの悪評のほとんどを無理やり奪っていったんです。私をいい人みたいに言うのやめてくれない？カヤリンハを美化しすぎ。恥ずかしくて聞いていられないんだけど。リンハ、アイドルなんか中等部でやめるつもりだったから、最後に言いたいことを言ってやっただけ。その結果、私に脅迫状が届いて解散ライブは中止になって、ファンにも学園にも迷惑をかけて、
最悪の形でシングアップは終わった。学内外で私たちの評判は最悪になった。どこでも腫れ物扱い。多くの人から嫌われちゃったわね。ああ、せいせいした。じゃあなんでアイドルやめてないの？なんで黒いプロに移籍したの？なんで高等部に内部進学したの？アイドルやる気がないのなら教える必要ある？あなたごときに。はあ？いつまで上から物を言ってるわけ？だいぶ見たよ。ひっどいざま。見る影もないね。まさかあれで私に勝つつもり？笑っちゃうんだけど。手まりのくせにちょっと合わないうちに口が上手くなったじゃない。ただの事実だよ。だって私は憧れのアイドルに歌を教わった。あなたごときに負けるわけない。リンハ、約束して。今日私が勝ったらちゃんと最後まで喧嘩しよう。いいわ。もうとっくにアイドルなんてやめたつもりでいたけど、そんなにいじめてほしいのならお望み通り大勢の前で泣きべそをかかせてあげる。